臨済宗南禅寺派片岡山達磨寺。今回お邪魔している臨済宗南禅寺派片岡山達磨寺様の創建について、平安時代の終わり頃のお話ですが、この地には大昔より3基の古墳があり、その一つが日本書紀に西暦613年の出来事として書かれている聖徳太子と達磨大師が出会うお話に出てくるお墓がこの古墳のことであると言われるようになり、鎌倉時代に古墳の上にお寺を作ったのが始まりと言われています。達磨寺昔話。昔々、聖徳太子はお供の人たちといろいろな土地を訪れ、人々の暮らしを見て回っていました。ここ片岡山まで来た時、一人の痩せ細った老人が道に倒れていました。気になった聖徳太子は老人とお話をして仲良くなり、水と食べ物を与え、着ていた衣服もあげて家に帰りました。次の日、昨日の老人のことが気になった聖徳太子は部下にお願いして昨日の老人を見に行ってもらいましたが、老人は異世界へ旅立たれた後でした。悲しく思った聖徳太子は老人のお墓を作り、手厚く埋葬してあげました。その話を聞いた聖徳太子の叔父が、わけのわからないものに関わって街中に疫病でも流行ったらどうするのだとすごい剣幕で部屋に入ってきました。後編へ続く。お邪魔いたします。とても広くきれいにされている境内です。後編の始まり。聖徳太子はあの方は聖人であると説明しますが、叔父は聞き入れずお墓を掘り返してしまいました。するとどうでしょう。棺の中はとても良い香りがして、聖徳太子がプレゼントした服だけがきれいに畳まれて置いてあったそうです。痩せた老人ですが、片岡山で9年間修行をされていた達磨大師になります。達磨寺の境内案内板があります。古墳の案内板になります。達磨寺様の本堂の下には古墳があり、聖徳太子と出会った達磨大師のお墓と言われています。手水舎です。ご本尊、木造達磨坐像、木造千手観音坐像、木造聖徳太子坐像。本堂になります。ご利益として、商売繁盛、助妻厄除け、芸能上達、学業成就、金運、家難除け、子授け安産、病気平癒などになります。参拝します。皆様もよろしければ一緒にどうぞ。
本堂内になります。本堂は土曜、日曜日に無料開放されていて、お願いすれば、ボランティアの方々が説明もしてくださりますよ。右より達磨坐像、千手観音坐像、聖徳太子坐像、達磨坐像と千手観音坐像は室町時代の作品になり、聖徳太子坐像は鎌倉時代の作品になります。達磨坐像、聖徳太子坐像は国の重要文化財、千手観音坐像も王子町の文化財になります。木造達磨坐像は日本最古の達磨大師像とも言われているそうです。本堂内にはご本尊様と達磨寺に関係のある文化財を展示している達磨寺資料展示室にもなっています。聖徳太子画像、達磨寺なので達磨が置いてあります。達磨寺涅槃図、大きな釣り鐘銅があります。達磨寺には王子町のマスコットキャラクターになっている雪丸のお墓もあります。雪丸は聖徳太子が9歳の頃飼っていた白雪丸がルーツ。雪丸はとても賢く、会話もでき、お経も読んだと言われる柴犬。白いので紀州犬かなと思ったのですが、日本古来の雑種犬だそうです。一夜竹、達磨大師お杖竹とも言われ、達磨大師が持っていた竹の杖を置いたら、一晩で芽が出てきたそうです。毎年タケノコも生えてくるそうですよ。一夜竹から幹、根がすごい形で横に伸びています。雪丸塚、雪丸が異世界へ旅立つ前に、ここにお願いと言われた場所になるそうです。問答石、聖徳太子と達磨大師が歌を詠み合った場所と言われていて、横になっているように見えることから達磨石と言われています。南門横を少し入ると、とてもきれいなトイレありますよ。お邪魔いたしました。国道168号線沿いに大きな駐車場がありますよ。達磨寺様駐車場横に雪丸茶屋があります。雪丸茶屋メニューになります。山と肉鶏を使った親子丼専門店になります。どれも美味しそうです。飲み物のメニューも豊富ですよ。スイーツメニューもあります。お邪魔したのが早い時間でしたので、
ほうじ茶ミルクパフェにしました。雪丸クッキーとだるまもついていますよ。さっぱりしていてとてもおいしくいただきました。ごちそうさまでした。本日は最後までご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いいたします。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いいたします。